その場で腕振ると、勝手に骨盤動くと思うんですよ。これがね、動かない人が多いのよ。ここにねちょっと走りを見たり動き作りをちょっと見させてもらうと、めちゃくちゃみんなのためにもなることがたくさんあったので、ちょっと動画出演いただいておりまして、もう骨盤の動きめちゃくちゃすごいね。本当ですか？いや全然意識してないんですよ。この後いろいろ出てきますけど皆さんびっくりすると思う。りさこちゃんの凄さと私の動かなさにってところなんですけど、りさこちゃんもともと競歩やってたんだよね。競歩やってました。もともと意識してなんかやることたくさんあった。そうですね、結構骨盤周りのドリルとか、まあこの辺を大きく使えるように、もうこの時点で違うもん、なんかこの時点で違うと上半身下半身のまあ連動するためにもドリルだったり、まあその場で腕振りしたりとか、結構毎日やってましたね。でなんか骨盤周りが動くと、要は腕を振ったら骨盤周りがこうくっついてきて足が出るっていう、もうめちゃくちゃそれはもうみんなやりたいことなんだけどなかなかね腕を振って意識してやるのは多分難しいと思います。で腕を振っても足がなかなか動かないってことはやっぱこの辺で止められちゃったりとかしてる可能性があるので、今日の動きはなんとどこでできるかというと家の中でできます。かなりできますので、ちょっと一緒に皆さん見ていただいてやっていただけたらと思います。すっごいね固まってる人多いと思うんですよ。そうですね。でも私も意識して走ってるわけじゃなくて、多分昔にやってた競歩の動きがもう染みついてて、勝手になってるだけなので、本当に、結構ドリルとかでわざと動かすようにしてやってたかなと思います。それをどんななんだろうな、例えば簡単な、腕回しとか、片方ずつ回すの。そうですね、片方ずつ回して、ここの辺の片方ずつ回すの。そうですね、片方ずつ回して、ここの辺のそういうこと。ちょっと難しいなこれね多分私も最近気づかないままここは硬いとダメだっていうのがあったんだけど、このさ横にした時に皆さんどうですか？この横にした時にここ伸びます。結構多分腕が曲がっちゃう人多いと思うの。これ私がそうだったの。なんかここがめちゃくちゃ硬い人が多くて、で今言ったみたいに腕回しもなんかこうちっちゃく回しちゃってここ伸びてない人多分すごい多くて、これランニングにめっちゃ大事だよね。ここの筋肉が動くって。そうですね。どうです皆さん、どうです上げてみてここがもし手がこう曲がっちゃう状態だったら多分ここめっちゃ硬い。りさこちゃんやっぱ綺麗に動いてた。だから腕回しもここが伸びるように回してるの。結構そうですね、大きく伸びるように。あとその肩甲骨がしっかり動くようにのと、なんだろう、その場で腕振ると、勝手に骨盤動くと思うんですよ。これがね、動かない人が多いのよ。そうですよね。これここ動かさずにこう腕振ると、これがこう動くと思う。めちゃくちゃ動くんですけど、めちゃくちゃ動いてちょっと待って、私だって全然違うね、なんかやっぱ感じが。これが多分自然についてるからですかね。すごい。なんで腕さえ振れば足は出るんで、こうマラソンできつくなっても腕振りさえしてれば足は勝手に動くと思って。すごい。見て見て。だってこれ見て、この比較。多分全然私動いてないよね。そうですね。動けるようにやば。このアドバンテージ欲しい。全然なんかそんなに動くの？そんなに動いて。すごい。全然動いてない私。本当だ。これが普通だと思ってました。もうね、今多分私もなんかその感覚はどうなってるのか感覚は分かるの。なんか学んで、私はね今これをやった時にもうこの辺でしか動かないわ。腕がだから腕動かしたその力が骨盤まで届かない。でもこれ女性の皆さんこれめっちゃくびれますよ。くびれたい。でもなんかだんだん動き見ててやっぱここ柔らかい。でもここは確かにすごい柔らかいかもしれないですね。これコツな気がする。これこんなにさ動くようになるためにどんなことしてた？
なんかドリルとか取り入れて、まあこの辺の動きを良くする。ちょっとそのドリルをちょっとお願いしていいですか。ちょっと真似してもらって。動かない、こんなに動かないの。はい。例えば腕回しとか、まあ両方やって、両手とかもこの反対ね。そうですね。反対できますか？足を前に出すっていうよりも、ここが足の付け根だと思って、よく聞くやつ。この辺からこう前にもうここから足だよって。わかりました。はい。私はここから足です。ここから足です。ここから足ですと思って、こういう感じかな。全然違うよね。でもさっきよりちょっと動いて、はい。足が長く足長くなって、足が長くなって、はい。なんかこの辺になんか紐で引っ張られてる感じ。紐で引っ張られる。わかりました。紐で引っ張られる。ここ紐で引っ張られる。はい、行きます。わかりやすいかも。ちょっと。はい。でもさっきよりちょっと動いてる。難しいけどなんとなくわかる。ここから足にした瞬間に動きが違うのはわかる。はい。これが一般人とのアドバンテージですね。動くって大事だな。はい。さらにはどんなことをやってたんですか？あとまた骨盤周りになりますけど、骨盤が動いても上半身も一緒に動いちゃったらこうなっちゃうんで。なっちゃう。私それ。なんで上は動かないようにするために結構棒を持ったりしてやってたんですけど、棒を持ったりとかしてやんだ。物干し竿みたいなやつ。畑に刺すやつとか棒を持ってやってたんですけど、動くね。骨盤が動く。すごい。でこれよくバケツぶら下げてやってる人とかもいました。水がこぼれないように。そんなことやるの？紙コップ乗せたり。骨盤だけ動かしてんだよね今ね。はい。骨盤動かすことをイメージするんだよね。そうです。じゃないと上がこうなっちゃうと思うんで。そうか。骨盤だけ、はい、ちょっと待って。ちょっとマシになってきた気がする。見てたらなんか真似するのはすごいあれかもしれない。いいかもしれない。これも足がここから生えてるような。はい、足が生えてるように。はい。皆さんこんだけ動いてない、もっと動いてないかもしれないからね。私だけじゃないよ。これ結構難しいな。でもやっていくと多分できるんだろうね。一発でできないけど、もうこれ朝晩毎日練習前に多分やってたので。そうなんだ。はい。6年ぐらい、7年か。いまだにそれをなんか意識したことをやっぱやるの？なんかレース前とかこうやってやってたり、これは見たこと。怪我して走れない時とか、家の中でひたすらこうやって1万回とか1万回とかこのね、やっぱりさっきのは初めてやったからなんか骨盤の動かし方が分かんなかったんだけど、これは昔教えてもらったから他の人になんかもうでもだからすごい全然さっきと違うよね。だから動かすスイッチがつけば多分動かせるんだ。はい、だから動かないんじゃなくて動かし方がまだ分かってないから動かないだけで、これ走る時も使えた。そう、これはね昔教えてもらったから私もちょこちょこやってたから、これはこの感覚では骨盤が動く。へえ。なんかマラソンのスタートラインって狭いから流しとかできないんけど、こうやってやれば入るね。体は動くんで。確かに。鏡の前で1万回とか腕振りしてました。マジで？そんなことやってたの？はい。だからあれだね、だからやっぱりさ、こう走行距離も大事だけど、こういうやっぱりプラスアルファの練習で怪我もしなくていい負荷かける練習っていろいろあるね。そうですね。1万回家でできることも。1万回どんぐらいだろう。1万ぐらいやってる。1時間以上は振ってたと思う。変態じゃないですかあなた。でもテレビ見ながらとか映画見ながらできるね。テレビ見ながら鏡の前でこうやって。でその時に意識するポイントはどこなのかちょっと見てもらって。これも、骨盤の動き、を見てて、鏡を見るってことは何かをあと腕振り結構。なんだろう、私内側に入っちゃうので、こっちが向いてもらった方がいいかもしれない。そうですね。腕が内側に入りやすいので疲れてくると、なので鏡の前で
なるべくまっすぐ振るようにして。綺麗。いやもう今45分どころじゃないんじゃないですか、その体を使っていったらもうちょっとスピードつけて頑張ります、すごい。なんかここからこれやってからだったら、もしかしてちょっとさっきの動きもう一回やっていい？ちょっと待ってね。待って。あ、すごい。さっきよりちょっとマシになった気しない？全然違いますね。なんか骨盤動いてる感じ。動いてます、動いてます。もしかして皆さんはここからなんかその場で。全然違いますよ、さっきと。やばくない？早くなっちゃう。全然違う。なんか連動なんだ、ちょっと待って。こうやな。なんかね、すごい。だんだんなんかめちゃめちゃ動いてます。やっぱできる、みんな私ができたからできるよ。すごい。気持ちいいね。はい。なんか中に棒が一本。そうですね。竹串刺されてるような感じでよくやってました。なんか竹串刺されたからこの動きしかできませんみたいな。こうは動きませんみたいな感覚で。はい、なんか動くね、これ。面白い。でも鏡で見てやるのが一番わかりやすいかな。鏡使って練習するのが多分一番いいね。今のりさこちゃんのちょっと動画を。家でもできるシリーズ。家でもできるシリーズ。さらにちょっとお家でもやってた中で、お家でさっき1万回振ってたみたいな話しましたけど、実際現役時代もその場歩き。みんなで鏡の前に立って123456とか言って100回何セットみたいなのやってたんですけど、もうこれは膝が曲がる、さっきと違って、これでひたすらその場歩き。その場歩き、これも骨盤ちゃんと動いてるんでと思うんですけど、私と比べてもらおうかな。じゃあちょっとやってて。これはちょっと連動しない、なんか体が連動しない感がちょっと難しい。これ何も力入れなくても、私今骨盤に何も力入れてなくて、ここから下は腕振りの力だけで勝手に動いてるんですよ、これ。そういうこと？ほとんど。だってできない。待って、膝曲げていいんだもんね。膝曲げていいです。ちょっと待って、前に行っちゃう。なんかちょっと待って、ちょっとだんだん噛み合ってきた気がする。噛み合ってきました。ちょっと待って、力入れないんだよね。腕振りだけ、動かそうとしないでやろう。真後ろ行かせていただきます。足は揃えるぐらいなんだ。足はなんか拳一つ分ぐらいですかね。拳一つ分ぐらいで、まずは腕が動くから骨盤が動くよ。なんかマシンができた気がする。マシンができた気がする。もうこの辺が動くんで、みぞおちがだんだん痛くなってくるんですよね。みぞおちが痛くなるの？結構競歩やってた時、すごいこの辺みぞおち痛かったです。ちょっと待って、腕が動いて骨盤が動くから、これどうですか？何かが違う。何かが違う。さっきやった確かにちょっとみぞおち痛くなるかも。この辺が確かみぞおち痛くなってきた。ってことは遠くはないはず。ちょっと待って。なんで最初膝曲げない方が分かりやすいかも。分かりやすいかも。確かに。でだんだん自然とこう下半身脱力してると、下半身脱力みんな苦手でしょ。私も膝が徐々に曲がってくるかな。今年も来ました、私のできないシリーズ。いやーすごい。やっぱ全然違うんだな。やっぱできる人たちってすごいわ。全然違う。これ練習だな。家でできるもんね。そうですね。なんか競歩って蹴って進めない分、結構腕振りが推進力になってたんで、それもあって、なんだろうな、
まあ、腕さえ振れば足が動くみたいな、動いてるすごい動いてる、はい、こんなに人間って動くのっていうぐらい動いてるすごいね。ちょっとこれは要練習だな。皆さんも要練習でもね、やってるとなんか何回かに1回はなんか気持ちいい時が来るんだけど、やっぱダメだな。これをこうは骨盤が動かして腕が動いて、でも動いてます、ね、動いてこうからって、はい、足を動かそうとしちゃうからね連動こう勝手に足が動くようになったらめっちゃいいねやっぱね、はい、骨盤はすごい最初と比べて動いてます、動き始めたからこれに膝が連動するちょっと難しいすぐはできなかったでもちょっとやってみよう。これやったらなんかよりよく動けるようになりそう、はい、なんかこう走ってる時にさ、なんか下半身と上半身がばらつくっていうのを、はい、逆に昔は感じなかったんだけど、なんか少しずつなんかそういうのってあるんだなって分かり始めてきて、りさこちゃんとかこう上半身と下半身のこう連動ってどういう感じ、考えて感じてるっていうか、こう考えることはないですけど、なんかこう調子悪い時は、結構もうバラバラ、動画とか見ても、こうバラバラだなっていう感じが、あるんですけど、ただ、何が原因かは分からない。結構余裕がなかったり、疲れてたり疲労が溜まってると、どっかが崩れてこう上と下がバラバラにな動きになってるかな。そう、なんか多分今聞いてて、もう上半身とか下半身バラバラって何ですか、何言ってることか分かりませんって方も多分ねちょっと多いと思う。私ももう全然数年何を言ってるのかなポケーって思ってたんだけど、この言葉を知ってると自分がなんか言ってたのってこのことかもって日が来る時にすごい助けになると思うので、ぜひね上半身と下半身がなんか一致するっていうのは走ってる上ですごく大事なので、自分でこうジョグしながらなんかこの腕振りだとよく進むなとか、この腕振りちょっと下げるとなんかよく進むなとか、なんかそういうのあるよね。はい、なんかそういうのを言わせちゃないって言わせちゃったみたいなんだけど、いやあるよね。はい、そうなのでこうなんか自分でこうジョギングする時とかにこう走り研究するっていうかね、この足もなんかここにつくとなんか上半身と下半身ばらつくけど、ちょっとここにつくとなんかあったなとかね。そうですね、結構ジョグの日にそういうのは意識してやってますね。どうしてもポイント練だともうほぼいっぱいいっぱいなんで、フォーム気にしてる余裕があんまりないことが多いので、そういうのはジョグの日にね微調整をしてジョグで微調整をね、ぜひねしてもらえたらと思います。なのでちょっと走る前にこれやって走ったら走りやすくなったとかもあるかもしれないので、ぜひねちょっと試してみてもらいたいですね。はい。はい。なんかね、今日疲れてたんだけど、教えてもらったこの骨盤の周りがよく動いたからめちゃくちゃ体重移動が楽だった。そう、体重移動がスムーズになりますね。スムーズだよね。多分なんかね、私もめちゃくちゃ今日疲れてましたけど。そうだよねやっぱ疲れてると体がバラバラになるんだね、要はね。疲れてもそうでも固まっちゃってるんで。固まっちゃって、そうだよね。ここ動かしたから疲れてるとかじゃなくて、この辺疲れてるから固まってるのをそのままにして走ったらやっぱり良くないっていうことだね。なんか何回もこれやったから面白いぐらいにすごいほぐれた。なんかいつもなんか良くない、私の良くない時はなんだけど、もうこの辺がついてこないからこっち先に行っちゃってさ、こうやって行くからもう下半身を上半身で持っていかなきゃいけないから、すっごい疲れちゃうの。でも今なんかりさこちゃんと一緒にこう走ったらこの辺がそのまま前に行くから、いい感覚ですね。なんか足使ってる感じが全然しなかった。なんかなんだろう、なんかすごい楽だったとにかくっていうのはあと映像で見てチェックしよう。全然違うのよ、私まだまだなんかばらつきがあるから。すごい勉強になりますね。
いやそういうことだよね。全ては体の連動なんだな。ありがたや。いえいえ。はい。ということで本日は本当にお忙しいというかお疲れの中ありがとうございました。体もほぐれてほぐれたね。むしろ今また PB で出ちゃうぐらいのだからなんか体疲れてるなっていうよりは固まっちゃってるってことなんだよね。はい、ほぐすとやっぱレース翌日とかちょっと動いた方がいいね、やっぱりね、いいかもしれない。いやめちゃくちゃいや私もちょっと家で鏡で、いや1時間とはちょっと約束できないんですけど5分はやろうかな。はい、国際までやる、国際まで3週間毎日やるわ。ちょっと本当5分でさっきのこれはやっぱ未だにできないから、ちょっと動画を見直してもう一回ちょっともう一回自然に多分そのうちできるように。そうだよね。そうなんだよね。初めはできないことも何回かやってるとなんか自然にできるけど今は全然できません。ということで皆さんもぜひですね試してみて、これできたよ、これできなかったとかね、できるようになったっていうのもぜひ教えていただきたいと思いますので、コメントとかね、あとりさこちゃんへの応援コメントもぜひお待ちしております。りさこちゃんのSNS などはちょっとリンクの方に概要欄に貼っておりますので。はい、ありがとうございます。可愛い、はい、見てて可愛いということでね、ぜひご覧になっていただけたらと思います。本日の動画が良かったよという方、グッドボタン、そしてチャンネル登録まだだよという方、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたうたらんチャンネルで会いましょう。またね、ありがとうございました。ありがとうございました。